皆さんこんにちは、吉野加穂です。今回は私が運営するオンラインスクール内での実際の添削の様子を公開いたします。今回添削させていただいたのは九星球霊線名という最初の基礎的な古典ですね。すごく有名な古典があるんですけれども、その古典を臨書ですね、その古典をお手本にして真似して書くことを臨書って言うんですけど、その臨書作品を添削させていただいた様子をお見せしたいと思います。今回添削させていただいたこの生徒さんなんですけど、すごく上手な方なんですよね。で、その方がこう添削お願いしますって来た時に、すごく的確で分かりやすい質問をくださって、九星記を臨書する時には、例えば半紙に6文字書く時って全部同じ大きさで書かないといけないんでしょうかみたいな、そういった質問。古典を臨書する時って誰しもが1回は持つ疑問だと思うんですよ。楷書に限らず、草書だったり行書だったりっていうのを古典の臨書されてる方も、文字によってだいぶ大きさ違ったりとか、こう高さが違ったり幅が違ったりとかするじゃないですか。それをそのまま書けばいいものなのか、それとも自分で自由にこう大きさを高さを変えて入れていっていいのかっていう、そういった質問ですね。これは YouTube 見ている皆さんにとってもすごく有益だなと思いまして、今回公開に至りました。ご協力くださった生徒さん本当にありがとうございます。それでは実際に添削の様子をご覧ください。九星球霊線名添削していきます。1行目と2行目の大きさが揃っていません。楷書は同じ大きさに揃えた方がいいでしょうか。ご指導お願いします。はい、楷書は同じ大きさに揃えた方がいいとも限らないです。画数によって大小がついてしまっても全然問題はありません。今回ので言うと、そうですね、思うとかも高さがちょっとあるかなっていう感じがしますね。この高さの変化、大きさの変化っていうとちょっと誤解があると思うので、高さの変化はあってです。例えば高いっていう字は縦長です、思うっていう字は横長ですみたいな。だからその字が占める範囲っていうのは変わってきますよね。背高い、背低い、背高い、これだったら、普通ぐらいで、これは横長、これは縦長にするみたいな。文字によって字形を変化させていく必要はあって、なのでそれによってこう余白の位置が左右揃わなくなるっていうことは全然 OK です。だいたい大きさは揃えつつ、高さ横幅は変えていきましょうっていうのが答えですね。はい、じゃあ、順番にちょっと字見ていきたいんですけど、九星球の特徴っていうのは背星ですよね。背星っていうのはこういうところがこう反って見える、こういう感じ。格子平等比は丸みがあるのが特徴だけど、九星球はこう背星で厳しいイメージっていう風に言われますね。穏やかっていうのとはまた反対、厳しさがある字だよねっていう風に言われていますから、その特徴をしっかり捉えて書けるっていうことが大事なんじゃないかなという風に思ってるんですね。例えばですけど、今回できてるなと思うところはここですね。この字はよく引き締まってて、九星球らしい厳格な感じが伝わります。なので字形的にはこれがいいですよね。持つっていう字もある程度こう引き締まった感じで、縦長の九星球って縦長が特徴なんですけど、縦線が近いことによって縦長をうまく表現できてるなと思います。素敵です。で、他の字見ていきましょうか。例えば高いっていう字とかだと、若干なんていうか九星球らしくない温かみを感じるんですよ。人柄なのかもしれないですけど、温かみを感じちゃうので、もうちょっとこのなんていうか冷たい感じにしてもいいんじゃないかなっていうふうに思いました。九星球ですからね。結構短いですね。ここ点角離してください。なんかこうくっついて見えるじゃないですか。でも離した方が九星球らしさが出ますよね。で、これくっついてんのも、もしかしたらこう腐食っていうか、欠けたところがつながって見えるとかだけの場合もありえるんですね。結構古くて拓本何回も取られたものっていうのはボロボロになってきちゃって、実際にはこういう風にくっついてなかったところもくっついて見えたりする時があります。なのでそういったところは九星球の特徴はこうだからきっと離れてたんだろうなっていう感じで捉えてやっていけるといいですね。いいですねって言っていきなりそんなの絶対分かるわけがないので、解説を読みながらっていう感じにはなってくるんですけど、こういうところとかも点角が離れてるっていうところが九星球の最大の特徴です。点角ここ離れてます、ここ離れてますみたいな、この空気の通り道を作ってあげることによって引き締まりながらも全然息苦しくないっていう、そこがすごさですから、明るさを取り入れるにはやっぱ点角を離すっていうところ、それでバランスが保たれてるっていうのがこの九星球です。こんな感じでちょっと冷たい感じ分かります？温かい、冷たい思う、これ田んぼの田もうちょっと
引き締めてもいいかもしれないですね。引き締めるってどういうことかっていうと、こうグッと気筆を入れてあげる。これで引き締まります。このちょっとの移動ですよね。急性期もよく見てください。ここちょっと気筆移動してますからね。そのまま置いて下に進んでないです。しっかり置いて、そして急性期って横角は穂先が上を通って縦角は穂先が左を通るというふうに言われています。常に側筆状態、それが、急性期の基本にされてる、溶筆法ですよね。穂先が上を向く、横線を引くときはですね、穂先が上を通る。で縦線を引くときは穂先が左側を通ることによってこの鋭さが出せる表現ができるんですね。なのでそういう風に書くといいですよっていう風にいろんな本で解説されてます。だからといって全部その側筆で書く必要はないとは思うんですけど、それが基本だということは知っておいてもいいかなという風に思います。こことかもそうですよね。こうやってちょっと穂先が線の上を通るように書いていってあげると鋭さが生まれると思いませんか？ちょっと硬い感じしますよね。常に側筆で書くっていうのを一回試してみてください。そうすると急性期のこの鋭さっていうのが出てくるかなというふうに思います。で次対ですね。細くこういうところの点角もしっかり離れてますよね。ここがくっついてしまうと急性期らしさが損なわれますから、こういうところはしっかり離すようにしましょう。縦に斜めにこういったところの角度の変化ですね。ここも同じように内側に倒れてしまってはこの古典の良さというのがなかなかこう表現できなくなってきますので、まっすぐ下ろす斜めに下ろすっていう風にして、ここに空間を取ってるんだなみたいな、この角度には意味がある、全部計算されているのが急性期なんですよ。急性期ほど計算された字はないと言ってもいいぐらい、急性期は本当に計算された字です。少しも狂いがないですからね。なので楷書の形を学ぶのにもってこいの古典かもしれないですね。例えばこういうところも左右対称にするとちょっとまた見え方が変わってきちゃいます。これ左右対称じゃないですか。この角度の変化があることによって字形がうまくいってるっていうのはあるんで、どっちの方向に進んでいるかっていうのを見極めるっていうことを癖づけしていくと臨書が上手くなると思います。急性期に限らずどっちの方向に進むかっていうこの角度の見極めってめちゃくちゃ大事です。で今回はちょっとこう並べてみた通り、こう対は縦長だし思うは横長だしっていう風にやっぱ字によって占める範囲っていうのは変わってくるので、それによって大小がつく分には全然ありだと思いますね。ちょっと全部書くと時間がなくなってしまいそうなので今日はここで切りますけれども、そういう感じで一本一本のこの進む角度とかそういったことを意識してみてください。皆さんどうでしたか？急性期って背勢って特徴があるんだなとか、点角が離れてて余白がそういったところに取ってるんだなとか、なんとなくそういった古典の見方みたいなのに気づいたりとかするきっかけになればなと思って今回紹介させていただきました。で私が運営するオンラインスクールでは毎月もちろん私の直筆手本も配信しているんですけれども、それを強制してるわけじゃなくってこうやって自分が取り組みたい古典を臨書してそれを添削させていただくっていうことも全然 OK なんですね。今回たまたま急性期に特化して添削させていただいてるんですけど、その他にもいろんな古典に取り組まれてさまざまな古典に取り組まれてる方がいて、自分が取り組んでる古典だけじゃなくてみんなが取り組んでる様子とかも間近で見られるので、みんなこういった古典に取り組んでる、そんな古典があったんだっていう新しい発見があったりとか、あの方はその古典やっててすごい楽しそうにやってる、自分も次その古典やろうっていう風に意欲が湧いてきたりだとか、お互いがお互いを高め合ってすごくいい雰囲気で学び合えているなという感じがあるんですね。なのでオンラインスクールもし興味のある方いらっしゃいましたら今だけ1週間無料体験やってるのでぜひ覗いてみてください。私のチャンネルではこういった古典の見方だったり古典の学習法はもちろん、書道をこれから始めたいなって思ってる初心者の方向けの情報を配信しています。なので興味のある方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。今回の動画役に立ったなと思っていただけたらぜひ高評価ボタンお願いいたします。それではまた、バイバイ。